あゆさゆです。今回の動画はこちら、フォートナイトデミの衣装を作ろう。改めましてあゆさゆです。このチャンネルでは私コスプレイヤーのあゆさゆが衣装を作ったり造形物を作ったりするチャンネルです。更新頻度は高くないですが、いろいろ作りますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回の動画はこちら、フォートナイトデミの衣装を作る。今回は久々の衣装です。チャイナドレス、ヘッドセット、そしてこのロボットアームですね。チャイナドレスも今回型紙から、作ったので、開きとか横のデザインとかも忠実に再現できたんじゃないかなと思います。で、このロボットアームも他の造形と一緒でサンペルカとかコスプレボードのポリエチレン、ポリウレタンのフォームを使ってます。このスポンジがこれになります。それでは早速作っていきましょう。はい、まずチャイナドレスを作ります。今回こそ既製品を使おうと思ったんですけど、意外と無地の赤いチャイナドレスって売ってなくて、あったとしても開きが逆なんですよね。横のデザインも後ろの穴も可愛いので、今回も作ることにしました。今回はディアコス社のチャイナドレスの型紙を反転して左開きにしようと思います。シーチングで仮縫いをして丈とか全体のバランスを見ます。襟の高さが足らなかったので1センチ高くして少しウエストをタイトにしてます。もう一回念のため赤いシーチングで縫ってみたら、胸のダーツ部分の計算を全くしてなくて、サイドの柄がすごいずれてるのに気づけました。めっちゃ危なかった。しかもかなりタイトにしたので、また脱げない服を爆誕させてしまい、サイドの柄は片方を犠牲にしてここまで開いてジッパーをつけることにしました。本番の生地はキャラ布さんのメタルバックサテンというレザー調のサテン生地にしました。これ普通のサテンなんですけど、脂肪が入ってて高級感があってめっちゃ可愛いです。すべての布のパーツの端をほつれないようにジグザグステッチで端処理していきます。本当にこの作業がちょっと本当めんどくさすぎて、毎回ロックミシンが欲しいと思ってるんで、いつかロックミシンは導入したいなと思ってます。まずは後ろ身頃の穴を作っていきます。この穴の部分は洋裁うさこさんの動画を参考にしました。概要欄にリンクを貼っておきますので、洋服への穴の開け方を知りたい方はうさこさんの動画をご参照ください。サイドのダイヤ柄も最初に入れちゃいます。前身頃のラインもここの時点で入れてしまいます。パイピングコードを挟んで切り替えのラインを入れます。サイドとバックの装飾が終わったので、前身頃後ろ身頃を縫い合わせて組み上げていきます。襟にもパイピングコードをつけて身頃と見返しに挟んで組み上げていきます。襟つくとかなり服っぽくなりましたね。サイドを縫い合わせていきます。ダイヤの柄あんまりバランス良くなくなっちゃいましたね。縫い合わせたらなんか小さくなっちゃった。やり直すか迷いましたが、全体的に60点で進まないと一生終わんないんで、もうこのまま行きました。袖にもパイピングをつけました。袖も襟もパイピングがつくとニュアンスがついていい感じになるからいいですね。こういう目立たないけどディティールが締まる装飾大好き。スリットと裾の処理をします。スリットの横の装飾は養生テープを直接貼り付けて書き込んで型紙を作りました。合皮縫い付けるのかなり難しくて3回ぐらいほどいてやり直してます。合皮の断面が白いと目立っちゃうので、コピックマーカーの赤で断面を塗ってちょっと白いのをごまかしてます。胸元はスナップボタンで固定して、リボンは手縫いで4つ作って手縫いでくっつけてます。こんな感じでチャイナは完成です。次、一番の目玉、ロボットアーム。ベースになるロングスリーブのグローブを作ります。腕のアウトラインを紙に写して型紙を作ります。生地はメタルストレッチニットというよく伸びる生地を使っています。先のことを考えて、手の甲は黒、その他の部分は赤色で作っていきます。
はい、1回目。肘とか二の腕の感じはぴったりいい感じになったんですけど、指が最悪すぎる。何度見ても面白いこれ。何これ。このままいらんということで、型紙を調整して2度目です。さすがにまた失敗したら赤の布もったいないので、あんまり量使わないであろう黒を試作で1回作りました。はい、2度目。めっちゃいい感じにできたんですけど、今度はタイトすぎてうっ血して腐るかと思ったんで、また再度型紙を修正して3度目の正直です。今度こそいい感じなのではと思いきや、カメラの充電が切れて撮れてなかったです。けど3回目でいい感じのゆとりのあるベースができました。はい、次はついにアーマー部分の造形です。自分の手の写真に、ざっくりとしたラフを描いていきます。それを参考にさっき作ったグローブをはめてマスキングテープを直接貼って書き込んでいきます。位置を清書してコスプレボードの 5mm ハードタイプに書き写して切り出していきます。いつも使ってるサンペルカでもいいんですけど、手の甲とか指のパーツはエッジを立たせたかったので、今回コスプレボードのハードタイプを使用しています。裏面から溝を彫って山折りにすると手の甲に立体的に沿いやすくなります。細かいディティールはシールタイプのもので貼っています。超便利。ヒートガンで炙って柔らかくしたものを手の甲に沿うように形状記憶させます。指パーツもそれぞれ切り出したものに水を入れ、熱を加えて指の形に沿わせます。爪は1センチのサンペルカを削り出して表面を炙ってなだらかにして爪にしてます。全パーツの造形が終わりました。めっちゃ時間かかった。今回ツヤっとさせたいので塗装ではなくエナメル生地を貼っていきます。奮発して藤掛さんのガンメタ 2way というよく伸びるエナメル生地にしました。ツヤツヤしててめっちゃ可愛いんですよね。ボードと生地の両面に G ボンドを塗って生地を貼っていきます。側面と裏面にもボンドを塗って伸ばしたりしてきれいにシワや気泡が入らないように貼っていきます。指パーツ、今回それぞれ1本の指につきだいたい3パーツで構成されていて、それを5本指分なのでだいたい15パーツあったんでめっちゃ疲れました。これマジで本当に片手でよかった。全部合皮が貼り付けられたので、先ほど作成したベースのグローブに貼り付けていきます。なんで手の甲だけ黒い生地を使ったかというと、赤い生地に赤いアーマーつけても正直あんまりコントラストがなくてかっこよくないんじゃないかなと思ったんですよね。手の甲だけ黒い生地にすることによって赤と黒のコントラストが出ていい感じに装甲感が出てかっこいいんじゃないかなと思って手の甲だけ黒にしています。はい、手の甲の部分できました。めっちゃかっこよくなって自分でも超興奮しました。いや本当に手の甲の生地の部分黒にして本当良かったなと思います。肘部分もラップと養生テープで型紙を作っていきます。 5mm のコスプレボードに移して切り出していきます。ビスの部分とかもリューターを使ってディティールを詰めていきます。ヒートガンで熱を加えて丸めて肘に沿うようにします。他のパーツと同じように合皮を貼っていきます。肘のパーツは大きかったので少し失敗して気泡が入っちゃってるんですけど、まあ私にしては上等。マジックテープで留められるようにしてます。っていうのもグローブに手を入れるとき肘部分ある程度生地伸びないと手のひらが入らないんですよね。なので接着しちゃうと接着面分生地が伸びなくなってしまうので、ここは接着せずマジックテープで後からくっつけます。はい、最後の二の腕部分、ここも他部分と一緒で型紙を作り 3mm のサンペルカ2枚を重ねて接着したものに書き写し切り出します。そこに上部分また 3mm のパーツを重ねて切り込みを入れて表層を剥がして凹凸のディティールを作っていきます。
ヒートガンで温めて丸めて接着していきます。合皮を貼り付けます。今回ここの引っ込んだ部分は黒いラインが入っているので、マスキングテープで型を取って布を貼って黒いラインを入れていきます。手袋に使ったストレッチエナメルです。肘部分のゴールドのパーツも同じように作ってロボットアーム完成です。次、ヘッドセット。設計図を見ながら方眼用紙で型紙を作って、作った型紙を元に 3mm のサンペルカで組み立てていきます。ヘッドバンドは熱で形状記憶できるプラスチックのシートを芯にしてます。手持ちのヘッドホンを参考に角度を合わせていきます。各パーツに合皮を貼った後から組み立てていきます。イヤーピースとバンドの間に隙間があるデザインなのですが、隙間を開けたままだと耐久性が心配なので、透明の硬質カードケースを切ったもので固定してます。固定したら連結パーツを貼り付けていきます。透明だからちゃんと隙間が空いてるように見えて目立たないし、強度も上がって取れる心配もないので安心です。合皮の断面が目立つので赤いマーカーで塗って断面を目立たなくします。固定方法なんですが、どうしようかなと思ってとりあえずカチューシャかなと思ったものの、これはカチューシャの角度を調整したくてゴリラの私がバッキバキにしたカチューシャ、金属系のカチューシャを買い直して接着しました。申し訳程度に食器洗いスポンジで作ったイヤーパッドがついてます。つけ心地にはあんまり意味なかったっす。若干もうカパカパしてるんですけども、これはねしょうがないかなと思います。ヘッドセットとりあえず完成です。タトゥーはフォトショップで描いたものを転写シートに印刷してタトゥーシールにしました。前髪のピンは他のパーツと同じくサンペルカにガンメタの赤を貼ってピンに貼り付けました。ウィッグの前髪の重なり結構再現うまくいったんじゃないかなと思ってます。半重力ポニーテールは今回バンズを使っています。時間がなくてショートウィッグにバンズで結構簡単な作りになっちゃってるので、今度デミのウィッグ 2.0 を作りたいですね。はい、ウィッグも完成したのでデミ一式完成しました。はい、完成しました。デミの衣装一式。マジで時間かかりました。でもこれは私が悪いんですけど、ちょっと新年度でいろいろあってバタバタしちゃったんで、すっごい時間かかったんですけど、で時間かかりすぎるとだれちゃったんで、自分の性格的にやっぱ衣装はやる気のあるうちにバッと短期決戦でやった方がぐだらなくていいなと思いました。結構ね放置しちゃってた分があるので、ちょっとそこは自分の課題なのかなと思います。で、なんといってもこのロボットアーム、いや結構自分の想像以上にうまく作れて、この衣装の中で一番お気に入りです。ちょっとねやっぱこう見るとこっちの手の方が大きいんで、ちょっと若干の使用招き感はあるんですけど、動くロボットアームっていうことで、仮面ライダーとかその戦隊ものの側こそする方のちょっとコスプレを参考にさせてもらって作りました。効果音つけたら本当にロボットアーム感が出るんじゃないかと思います。なんかね動かしてても自分で見てても面白いんで、いつもこうやってワキワキしちゃいます。ある程度関節は絶対開けとかないと曲がらないので、こことかをちゃんと開けることによってよく動くようになりました。割と比較的いろんな動きはできるんじゃないかなと思います。で、今回このロボットアームを作って思ったのが、この作り方をちょっと応用したら月ちゃんも作れるんじゃないかなと思って、月ちゃんってそれこそその自分のモチベーションとの持続の戦いで短期間でガッと作んなきゃいけないので、これの50倍ぐらい作んなきゃいけないので、もうそれこそ戦いではあるんですけど、もうちょっとこれワンチャン月ちゃん作れるんじゃねって思いましたね。で、ヘッドセットは作ってて思ったんですけど、ヘッドセットって自分で作ると結構難しいし、本当に作りたいものじゃない限り既製品を買ってなんか改造した方がいいんじゃないかって思いますね。カパカパしてるんですよ。どうしてもギュッてなってくれないんです。ウレタンと若干のプラスチックの支えという抵抗はあるんですけど、カチューシャでつけてるとはいえここまでちゃんとサポートしてくれないんですよね。なのでやっぱり
装着してもこうね、これが一番いいシルエットなので、ちょっとね、そこがね気に入っていないところではあるんですけど、まあ一応スキンのヘッドセットそのまま作れたんで、まあこれはこれでまあいいんじゃないかなって思います。まあ60点70点でも9大点で先に進まないともう一生終わんないので、ちょっとカパカパしてるんですけど、ちょっとこれどうすればうまくこうキュッとなるのかなっていうのは今後の課題です。で、今回衣装動画ということだったんですが、お裁縫より造形がメインでした。このロボットアームとヘッドセットに使った、サンペルカやコスプレボードは、私の過去の動画のタクティカルショットガンやレインボースマッシュで、使ってるものと一緒なので、造形に興味ある方はよかったら見てみてください。で、裁縫は今洋裁の勉強しているので造形に比べたらまだまだ未熟なんですけど、スプラッタレラ、ハロウィンにはヘボック、アリスのパーカーを縫ってるので、洋裁とか衣装制作に興味のある方はよかったら見てみてください。はい、そんな感じで今回はデミの衣装を一式作りました。チャンネル登録、高評価よかったらよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。